本日はメンバーからリクエストいただいた作品の考察に入ろう。私の好みとはやや異なるタイプだが、なぜこの BL が静かに支持されているのかを考えながら追っていくうちに、本作の魅力は派手さではなく感情の積み上げに軸があるのだと感じた。出会って即両思いになる物語ではない。相手に心を許すまでのためらい、観察、距離の取り方が丁寧に書かれ、なぜこの人なのかが感情として腑に落ちる構造になっている。だからこそ視聴者も気づけば同じ速度で好きになっていく。事件は起こるものの、裏切りや事故、過剰なトラウマ展開は控えめ。その代わりに書かれるのは、近づきたいのに踏み出せない瞬間や、相手の気持ちを勝手に決めつけてしまう未熟さ。そうした日常的でリアルな心の揺れこそがこの物語の中心にある。皆さんこんにちは。BLホリックのムーニンです。ネタバレを含むのでご注意を。では早速始めましょう。正直に言えば強い刺激や劇的な展開を求める人には向かない。だが静かに始まる恋や感情をかみしめたいタイプの BL を求めている人にはかなり相性のいい作品だ。私が最も心を動かされたのは、ジャーが元彼ウィンとまっすぐに思いを向け続けるジャックの間で揺れ動く場面だった。感情が先走ったウィンがその場でジャーにキスをしてしまう。そしてそれを目撃したジャックは責めるでもなく怒るでもなく、ただジャーの手を引いてその場を去る。この行動にどれだけの勇気と信頼が必要だったかはあえて説明するまでもない。だからこそ私にとってのハイライトは告白でもキスでもない、この静かな決断が怒涛のような波紋を心に広げた瞬間だった。この作品の感情構造は一般的な BL に多い好意から障害から告白から請求という直線とは異なる。優しくされてもすぐには信じない。親切をそのまま好意とは受け取らない。そこに何度もブレーキがかかる。多くの BL が好きになってから悩むのに対し、主役のジャーは悩んでいるうちはまだ好きではないかもしれないと自分自身に問い続けているに違いない。ジャーにとってこの人は距離を詰めすぎない。拒絶されても態度を変えない。沈黙をせかさない。その積み重ねの先に好きになっても傷つかないと確信した時、静かに始まる。そしてジャーにとって最大の障害は相手ではなく自己定義にある。依存してしまうのではないか、相手の人生を壊してしまうのではないか、期待に応えられなくなるのではないか。これらの不安は全て相手が悪いから生まれるのではない。自分を信じきれないことから生まれている。だから葛藤は静かで内向きで、そして長い。特にジャーは目の病を抱え、いつ失明してもおかしくない状況にある。その不安が原因でかつてウィンと別れた。そして今度はその同じ理由でジャックとの関係にもブレーキをかける。彼が戦っているのは恋というより愛されてもいい自分かどうかという問いそのものだと思う。彼と対照的にジャックの感情は一直線。嬉しければ笑い、理解できなければそのまま感情をぶつける。好きなら勇気を出して告白するし、間違えたと気づけば自分の力で正そうとする。こういう主人公は裏がない分素直で可愛い。ただ可愛さ以外に強い引力があるタイプではない。だがジャーという慎重で内向的な人物にとってはこの単純さと誠実さがちょうどいい。正直ウィンが決定的に間違ったことをしたとは感じなかった。多くの BL でははっきりと間違った側がいて、もう一方が傷つく構図が用意される。ウィンはジャーのそばに十分にいれなかった。それは誰かを裏切ったというよりも人生のタイミングや状況のすれ違いに近い。だから全体的に刺さる人は限られる。でも刺さった人には過去の自分の感情処理の記憶まで呼び起こしてくる。最後にこの理系という対バンの歌舞伎プラスミュージカルの要素が取り入れられており、刺さる人には他の BL では体験できない独特の高揚感をもたらす。一方でその様式美や誇張された演出が肌に合わない人にとってはやや古風に映るかもしれない。刺激よりも感情をかみしめたい人へこの BL は静かにしかし確実に刺さる。また次回お会いしましょう。ではでは。